大間が時フィルムのヒロト。どうもです。どうも。どうも。はい、今ですね、サブチャンネルをね撮影に行ってたんですけど、で、状況としては、104、105号室しばらく前にね、撮影が終わって、多分状況としては104、105の投稿はもう動画としても出てると思うんだけど、撮影が終わった数日後です。僕の方で検証してね、でその検証の状況だとかをね、ともさんや T さんにも共有して、それに対してですね、ともさんの方からまあちょっとね、にわかには信じがたい提案をですねいただいたので、今ねちょっと緊急で動画回してますけれども、もう一度ちょっとそのさっきのね提案をお話ししてもらってもいいですか？いいですか？はい。お互いね、あの部屋に関して言えば、まあ交互に撮影行ってたじゃないですか。でその中で、やっぱりヒロ君がね撮ってきた映像も見せてもらって、ヒロ君の方がねすごいいろんな現象が起こってたと。まあそうだね、結果としては。でやっぱお互いねこう交互に言ってた身としては、若干悔しいよねっていうね、そういうのもあって、悔しいってあってちょうどヒロ君が撮れた時間帯、何時1時半ぐらいだいたい1時から1時半、そのぐらいを狙って、もう一回一人で行ってみようかな。そこまではまあ100歩譲って分かりますよ。ヒロ君の場合はさ、105にいた時に104の方から音がして、それで見に行ったじゃん。本当寝落ちしちゃってたんだけど、それで物音で起きて、そうしたら本当にその104からもうなんかこうドン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 って105のとの接してる壁を叩いてる音で起きたんだよね。ということはだよ、あれ104の押し入れの中だったんじゃないかと思う。そうだね、仏壇と同じ音だったからね。ってことは、その時間帯に押し入れの中に入って検証しようかなとちょっとね思って。なるほどね。どうですか皆さん狂ってるでしょ104号室のちょうどね時間的に1時半頃に押し入れの中に入って検証をしたいと。そうっすね、ちょっとそれやってみようかなと思ってます。やばいね行くしかないよね、これはね。わかりました。もう今日はですね、もう明日もみんな仕事なんでね、またじゃあ週末に、じゃあ行く前にまた一報いただいて、じゃあ本当気をつけて撮影行ってください。行ってきます。今部屋の前に来てます。早速ね入っていこうかなと思います。12時55分、あと5分で1時。ヒロがね現象が起こってたのが1時から1時半ぐらいだったんで、ちょうどいい時間帯かなと思います。曰くを知るということです。僕たちはこの場所について何も知らなかったんですよ。ただ調査を進めるにあたって、また依頼者の方から新しい情報を聞いていくたびに、この家で何が起きたかっていうのを知っていくわけですね。明らかにですね、新しく知っていくほどに何かが僕らに近づいてきているという感覚があるんですね。少しずつこの家で何が起きたかを知っていくにつれて、怪奇現象が激しくなっていると。僕らがその何かに近寄っていけばいくほど、また向こうも同じように暗闇から僕らの方に近寄ってきていると、そんな状態と言えます。やっぱりね、なんか嫌な感じはしないんだよね俺は。でもすごい体が重いっていうか、変わってはいないよね。ここがヒロが検証してた和室ですね。結構ね映像を見た限り女性なのかな、女性の声が聞こえてた。これが仏壇か。ちょうどね今1時過ぎました。今からこの押し入れに
入って検証していこうかなと思うんですけど、外にね、ちょっと今日三脚とカメラ持ってきてるので、中に入って検証しようかなと思ってます。今設置し終わったんで、早速中に入って検証していこうかなと思ってます。押し入れの中で検証するってすごい久々な気がしますね。わあ、いいとこだな。すごい閉塞感はやっぱありますね。若干不安になるよね。こう逃げ場がないというか。これでさ、外から物音とか聞こえてきたら、本当やばいねっていう感じですね。さすがにもう夜中の1時過ぎてるんで、全然物音しないですね。本当にまあ他の近くの家の人たちも寝ちゃってるのかもしれないし、すごいシーンとしてる。なんか逆にこんだけ静かだと怖いですね。不安になりますね。この仏壇にね、まあ女性の霊が入ってしまったんじゃないかって言われてましたけど、どうなんだろうね。未だに行き来してるのかな。今のところそういう声とかなんか物音っていうのは聞こえてないですけど、なんか若干ボソボソ喋ってるような、そんなはっきりした声じゃないですけど、ボソボソ喋ってるような声、何かうなってるような声みたいなのが聞こえるかな。まあそんなねはっきり聞こえるわけじゃないですけど、ヒロが怒った時間に来てみれば何か起こるかなって思ったんですけど、まあ今のところは何もないな。どっちかっつったらね、105号室が気になったんですよ。俺はなんかすごいまとわりつくような嫌な感じがした。でそれも焼身話が出たじゃないですか。本当焼身自殺って自分に火をつけてすっごい一番苦しい死に方だと思うんですよね。まあそんだけ苦しい思いをしたそういう憎悪というか強い怒り、憎悪、それがもしかしたら体にまとわりつくような嫌な感じ、何かに対する怒り、その女性がもし行き来してるんだとしたら、まあ104、違うか。この話しだしてから若干物とか気になる。あんまりこの話って触れちゃいけないのかもしれないね。でもそういう死に方を選んだ相当の恨みがあったのかもしれない。何かに対して。なんかちょっと若干空気変わったっすね。いやなんかね、ヒロ君が言ってたんですけど、まあ焼身自殺をした人のこう焦げるような匂いがするって、それね今若干してるんですよ。畳が古くなった匂いとかかなと思ったんですけど、多分違う。こうなんか何かが焦げる匂いだね、これは。なんかさっきと空気が変わったよ。
やっぱそういう風な影響を受けてるんですかね。こっち側になんないのか。はい、今ね、105号室来ました。ここのね、顔みたいなのが通れた場所なんで、まあ同じ1時ぐらいなんでね、この場所にもちょっと定点カメラを、まあ、仕掛けてみようかなと思ってます。まあ明らかにね、さっきの女性が命を絶ってしまったっていう話をしてから空気が変わった気がします。あの話をしてる時の物音ってのは何の音だったんだろう。なんか近づいてきてる感じはすごいしたんですけど、わからないな。全然わからんな。まああれからどんくらいですかね。あれからね、20分ぐらい経ったんですかね。特に変わったことはないですね。そうだね。若干声が聞こえる。気配が近づいてきてるような感覚はあるんですけど、これといってまだ掴みどころがない感じですね。なんか今も若干ね、外からしてる気はするんですよ。ただ、この襖を開けて、外を確認すると、なんか離れていくような感じ。なんかね、俺には掴みどころがないような感じがする。近くに来るんだけど、この襖を開けるたびに離れていくみたいな。なんだろうね。ちょっと若干変われてんのかもしれないね。この仏壇のあるね、押し入れの中で検証してみました。この中で検証してみたんですけど、まあなんか声が聞こえたような気はしたし、あとなんか物音みたいな感じはしましたね。焼身自殺の話をしてる時に若干感じたんですけど、特にね、これといったことはなかった。ここはね、やっぱり俺じゃなかったのかなって。まあ、ヒロさんがね、すごい、やっぱり相性が良かったのかなって気もしますね。特にこれといった現象がなかったんで、今日はこれで撤収しようかなと思います。お疲れ様でした。お疲れ様です。これはともさんが一人で行った数日後です。で、撮影素材をいただいて、僕ヒロがね見させていただきました。で、絶賛ただいま編集中なわけですけれども、動画の中ではですね、ともさんは何も起きなかったということを言っていたんだよね。はい。で、はっきり何か映像の中で何か映ったとかねいうことはなかったように感じるんだけど、少し不可解な点がねいくつかありましたので、ちょっと教えてほしいんだよね。まず1点目なんだけど、ですね、これは、押し入れに入ったともさんが少し異変を感じ取って、ちょうどその焼身自殺した女性の話をしてるタイミングだよね。その時に何か様子が、空気が変わったっていうことを言い出して、この話しだしてから若干物音が気になる。あんまりこの話って触れちゃいけないのかもしれないね。でもそういう死に方を選んだ相当の恨みがあったのかもしれない。何かに対して。
バンとお尻から出るんですよ。ボソボソ言いながら室内をこうぐるぐる歩き回っている時になんかね、これちょっとじゃあ再生しますけど、こっち側は読んでないのか、こっち側は読んでないのかって言ってるように聞こえるんですよ。こっち側は読んでないのか、こっち側は読んでないのかって言ってるんですよ。いやこれの意図がわからない。この前は特に何も喋ってないのよ。まあ、なんかちょっとなんだろう、空気が変わったような気がするっていうようなことを言っていて、でさっとねこのまた押し入れの中、まあ、仏壇を確認してこの発言してんだよね。この発言をしてたっていう記憶がないっていうとあれだけど、そのこの発言したんだ俺っていうのはなんかこの言葉からまあ察するにさ、こっち側ってまあこの押し入れのことだよね。じゃああっち側からは呼ばれてたのかなっていう。まあ要は105、やっぱ105の方をなんか嫌な感じがするって、あっちが絶対なんかある気がするって言ってたもんね。で、次に、まあ、これがちょっと一番不可思議なんだけど、ここにね、これが一応トモさんが撮ってくれた映像の、ね、素材なんだけど、当然仕分けするじゃないですか。でトモさんが撮影してた時間帯の中で、意味わからん映像が入ってる1個。この SD カードなんだけど、でこのカメラ、手元自撮りのやってたカメラだと思うんだけど、それとは全然関係ないような映像が入ってて謎なんだよね。それをちょっと見てほしいんだけど、この画角覚えてる？全然まあ多分天井を、そうだね、これはでも時間としては押し入れの中に入ってた時間なの。俺が？そうそうそう。おかしいはおかしいの。おかしいよね。だから押し入れに入っていながらもこのカメラを床に天井を向いた状態で置いてましたかっていう質問なんだけど、意味わかんないんだけど、なわけないよね。ありえないね。とするとわけわかんないし、この映像自体も気味が悪いものだよね。だよね。この中に俺がいるってことだよね。そう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 。これはあれか、引き出しの。そうそうそう。あれだってそもそもさ、思ったんだけど、俺ってあそこ開けた？そうなのよ。トモさんこれいじってないはずなんだけど、全部開いてんのよ。これやばくない？これちょっと待って、やばいね。これがマジで気持ち悪くて。お経みたいな紙が入ってたやつだよね。そう、まあ、覚えがない。いや覚えない。そもそも開けてないと思う俺は。当然定点は永遠回ってて、トモさんがそういった不可思議な行動をとってる部分っていうのはないんですよ。マジで謎で、で時間もトモさんが撮影をしていたであろう時刻。分からんね。いやこれは分からんし、まあちょっと映像的にもすごく気持ちが悪いものなんで、まあ見ても、まあ見る人に委ねるしかないかなっていうところです。これ見ていろいろ思ったんだけど、そのさっきのこの発言、こっち側読んでないのかっていう発言もそうなんだけどさ、まあこれとつながりがちょっとよくわからないにせよ、こっち側っていうのがもしかしたらお尻の下、もう片方が上とかだったらだって記憶にないわけだもんね。この発言は読んでないのかっていうのがちょっと怖いよね。なんか呼ばれてる前提じゃん。こっち側読んでないのか、こっち側読んでないのか。
はい、なんかないのか。最後の「あ」のところ、画面が一瞬止まるところの画面を反対側にして180度こう回転させて見るとよくわかるんだけど、女の人の顔が映ってる。チラチラ動いてるし、そして周りが赤い。スクショして編集するとよく見えます。画像添付できたらいいのに、ちょっと気になりすぎて、思わず返信してしまいました。Twitter の DM でスクショを送りいただけると嬉しいです。はい、でその後ね、実際送っていただきました。そう見えるけど、もしそうだとしたら怖すぎるっていう感じです。マジ？うん。マジっすか？ちょっとじゃあ見ていきましょう。この映像でね。まあこれがね、女性の最後の視点ではないかということを僕ら言ってるわけですけど、まずは今普通に見てもらってます。で声がする。断末魔終わるわけですね。次に明るさを変えたものを見てもらいます。僕らちゃまだそっち側右上だね。もう見えてると思う。動いてるのが分かると思います。何かが動いている。途中から現れて何かが動いている。でズームしてみますね。でちょっと僕らも移動しようか。邪魔だから。何かいる。何かいる。動いてる。女の人、髪の長いにしか見えなくないですか？見えないですね。にしか見えないですよね。でこれをさらに画像を明るくして、で静止画で並べてみたらとんでもないことになりましたと。これやばいじゃないか。マジやばいですよね。じゃあちょっと見てこう。本当に意を決してくださいね。静止画明度調整します。やば。そもそももうどう？赤い服のこれ明るさ変えただけだよ。マジ？赤い服で、じゃあ次いくね。順番に赤い服を着た髪の長い女性に見える。これやばくないですか？で最後の動画見てもらったと思うけどさ、1回だけ動いてる中でかなり身を乗り出して出てきてるところがあると思うんだけど、それを見てほしい。でこの今までのやつはさ、顔がもしこれがね女性の顔だとすれば、ちょっとうつむいてるように見えないですか？確かにうつむいてるように見えるよね。最後の1枚だけはちょっと出てきてて、こっち見てる。顔を上げてんのよ。いくよ。ちょっと意を消して見てね。覚悟してね。もう一回いくよ。この後ね。ズームするよ。わかるこれ？どうすか？いや、これでもさ、すごいこれやばいね。これ一つ思ったのが、女性の視点だとしたら、この
女性は自分を見下ろしてるってこまあだから赤い服って本当に赤い服なのかっていうと？ね、燃えてるってこと？まあやけどなのかっていうのもあるし、もう顔ないやん。そうだね。だからなんだろう、死んだその断末魔の声も本当に断末魔、死ぬ直前で、この視点が死ぬ直前で、だから死んでしまった時にこれがその自分だとしたらさ、その瞬間自分を見下ろしてるんだよね。だからもう死んでしまった瞬間、まあよく言う抜けた後みたいな。そうどうこのちょっとこれやばのペラボーの女性やばくないですか？まあ一つ言えるのが、全然わかんない。これ肩です。肩、赤い服を着てる、これ肩で、半身、顔半分です。でここが髪の毛、ロングの髪の毛で、この白い部分が顔ですね。で本当こういうこれぐらい半分。やばいね。一つ前の方がしっかり表情が分かった。ちょっと戻してみようか。じゃあこっちの方が分かり、どれこっちの方が分かる？うつむいてるやつじゃない？うつむいてるやつか。確かにあれ若干目というかさ、これはね、どうなんだろうね。でもう一個前が、でもどうでしょう。どうなんだろう。いやこれだからさ、こうなる前がドアップで映ってた顔ってことでしょ。そうだね。はい105のね、全部同じ人だとしたらね。うわでねえねえもう同じ声だし、今考えたらさ、ふすま入ってこの話をしましたと、再度行った時ね、俺が。であれなんか外からするっつって、開けた瞬間この人おらなくてよかったなって。まあ本当そうだね。これを見たらすんげえ思う。マジやばいよね。うわということです。以上です。やっば。全体的にやばいっすね。やばい。そう全体的にもう前編後編やばいっしょ。その他編、3部作全部やばくないですかこれ。一個一個なかなかパンチ効いてるじゃなかったですか。今回は。いやまあ本当ね。